はい、どうもです。今回はですね、こちら、毒ウツボです。いや、ついに来ましたね。こいつが、世界最大のウツボです。で、ちなみに、このサイズでもまだちっちゃくて、大きくなると、3メーターぐらいになるらしいですよ。もう怖いよね。それでは、早速ね、観察してみましょう。はい、こちらが全体像ですね。ちなみにこのまな板が90センチぐらいあります。ちょっとね、せっかくなんでサイズ測ってみましょうか。ちなみに重さはね、16キロありました。まな板から下ろそうか。あれ、意外と長さはそうでもないかもな。このシンクがね、180センチあって、それ以下ですね。見て。超完璧に収まってるんだけど。一応測ってみようかな。169センチですね。なんかウツボって大きくなるとさ、このおでこっていうのかな、おでこがすっごいボコってね、大きくなりますよね。この現象は何なんでしょうね。歯はこんな感じですね。で、ウツボはですね、ここら辺にもね、もう一個ね、歯があるんですよ。こことここ、2つ歯を持ってます。ここの黒い穴はエラです。ちょっと覗くと、このエラが見えますね。このピンクいのはエラです。で、模様に注目してみると、この頭の方は模様がちっちゃいんですけど、尻尾に行くにつれてだんだん大きくなっていきますね。尻尾の先端とかかなり大きいよね。で、ちなみにこの毒ウツボなんですけど、ハエ縄にかかったらしくて、で、それをもらった感じですね。なんかウツボってね、針にかかると、めっちゃこうやって回るんだよね。で、こうやって回って、自分の首を絞めてあげる頃には死んでるんですね。で、あとね、多分みんな、毒ウツボの毒って何なんてね、めっちゃ気になってると思うんですけど、シガテラです。はい。毒ウツボは、シガテラに当たる可能性がそこそこ高いから、毒ウツボなんですね。まあ、シガテラに当たるのはね、運なんで、まあ大丈夫でしょう。はい。ということで、今日はですね、唐揚げと刺身を作って、残ったものはイケスにいる伊勢海老の餌になります。はい。ということで、早速、さばいていきましょう。で、ウツボをさばくときに、まず最初にやる工程なんですけど、ぬめり取りですね。まあ、ただね、真水氷に入れたんで、かなりね、ぬめりは取れてます。普通ね、ぬるぬるなんですけど、ほとんどぬめりないね。まあ、塩でぬめり取りするのが一般的なんですけど、スポンジで取っていきます。めっちゃ取れてる。まあ、ウツボってね、あんまり美味しいイメージないかもしれないんですけど、ちゃんと処理すればね、めちゃくちゃ美味しいんですよね。身もね、食感もいいしね、淡白で、すごいね、美味しいんですよ。他のウツボより全然ぬめりがないな。なんか、普通のウツボとかめっちゃくちゃぬめぬめしてるんだけどね。何これ。まあ、調理が楽でいいよね。鱗もないし。はい、ぬめりを落とし終わったんで、お腹をね、開いていきます。これね、ボコッとしてるのが、おそらくハエ縄の餌に使ってた魚の頭だと思います。結構大きいんでね、びっくりすると思いますよ。それでは肛門から包丁を入れていきます。包丁通るかな。めっちゃ硬いんだよね、ウツボって。すごい汁が出てきた。うわ、くっさ。うわー、出てきた。南洋ブダイの頭です。くせえ。これをさ、飲み込むってすごくない？俺の拳より全然大きいからね。何よりね、俺が不思議なのは、どうやって針外したんっていう。これに針ついてて、ここら辺に入ってたわけでしょ。どうやってこっから針外したんでしょうね。本当に謎。意味わかんない。ちょっと臭すぎるんで一旦洗い流そう。どうなってんだろうこれ。なんか大きい魚特有なんだけど、この内臓が全部膜で一緒にね、まとめられるんだよね。普通魚ってさ、こんな大きい膜で内臓が包まれてたりしないんだけど、大きい魚はみんなね、この変な膜がついてる。もう取りやすい。臭いな。この白いのは内臓脂肪もしかして。ウツボに内臓脂肪乗ってるの？うわ、内臓脂肪だ。このウツボ油乗ってるの？うわー、ちょっとめちゃくちゃ期待できますね。で、ここの白いのはね、浮き袋ですね。浮き袋大きい。割ってみます。なんかちょっと想像と違ったね。とりあえずここで切ります。はい、ウツボにね、内臓脂肪乗ってたの初めてなんで、もともと楽しみだったけど、今回ね、めちゃくちゃ楽しみになった。はい、そしたらここの血合いを落としていきます。で、傷つけたらささらで洗い流していきます。血が黒い。普通鮮度が悪くてもね、こんなに血が黒くなることないんですけどね。なんででしょう。
はい、お腹をある程度洗い終わったら、次は頭をね、外していきます。で、俺は普通、魚の胸びれの後ろからこうやって包丁入れるんですけど、ウツボには胸びれがないんで、このエラのちょっと後ろからね、切っていくことにします。めっちゃ身綺麗やな。これはうまいぞ。そしたら反対側もいきます。よいしょ。これひっくり返すのめっちゃ大変。この辺から切り込み入れていきます。もうマジで身がめちゃくちゃ美味しそうで、骨はねめちゃくちゃ硬いんで頭ひねります。俺最近気づいたんだけど、この頭ひねる技通じるの10キロぐらいまで、10キロ超えると通じなくなってきた。ノコギリいきましょう。さてノコギリで切っていきます。魚用ノコギリですね、これは。おし、切れた切れた。頭でかくない？これだけで 2,3 キロありそうなんだけど。で、一応こっから3枚におろせるんですけど、こんだけ長いと3枚におろすのもなかなか難しいんで、40センチぐらいにカットして、そっから3枚におろしていきます。それでは切っていきます。やっぱね、まな板に乗り切らないサイズはね、さばきづらいんだよね、どうしても。そりゃそうって感じだけど。これはひねれるだろう、さすがに。ひねった。いや、毒ウツボ骨硬いわ。で、ウツボはですね、肛門から後ろが骨の入り方が全く違うんで、ここ肛門のラインで切っていきます。いきます。そして反対側ですね。で、こう背びれがあって硬いんで、ここもハサミでいきます。オッケー。すごいな、これ。なんかでっかいトカゲの尻尾みたいじゃない？でっかいトカゲ食ってみたいんだけどな。 YouTube でやると荒れそうだよね。かわいそうとか。コモドドラゴン食べてみたいな。もう包丁切れなくなってきた。そう、骨がねめっちゃ入ってるんだよね。切りづらいな。よいしょ。オッケー、終わりました。待って、包丁の油がすごいんだけど、ギットギト。油乗ってるウツボとかめちゃくちゃ楽しみなんだけど。いや、すごい光景だな。じゃあまずね、この頭のおでこ肉、おで肉を取っていきましょう。で、おで肉はもちろん唐揚げにします。伊勢海老にはね食わせない。ここはどうやって取っていこうかね。これね、ウツボの皮ってね、これ見てください。白いところが全部皮で、この皮がねすっごい硬いんですよ。ここだけ取るっていうなかなか器用なことが難しいんですよね。ただやっていきます。とりあえず皮にね切り込み入れていきます。おお、すげえな。意外と柔らかい。すごいな。反対側もね同じように切り込み入れていきます。よし、すごい重いのが大きいんだけど、見てよ、おで肉だけで1キロありそうだよ。すごいね。で、ついでなんでウツボがもう一つ持ってる歯、ここの奥の歯を見ていきましょう。この白いのは脂肪じゃなくて皮です。分かりづらいんですけど、ここがもう一つの口、咽頭顎って言われるものですね。この口に関してはなんか食べ物を噛んだりとかそういう目的じゃなくって、食べたものを奥に持っていく働きのものなんで、こんぐらいのね引っかかるぐらいの歯しかなくて、普通のね生き物の口の構造とは結構離れてるんで説明しづらいんですけど、とにかくねここにね口があるんです。はい、そしたら3枚におろしていきましょう。もうお腹の部分なんで背中から包丁入れていきます。ここにね長い背びれがねあるんで、この背びれの上からこうやって入れていきます。まずはね切り込みを作っていきます。難しいんだよなウツボは本当に。
で、ウツボはね、背びれと背骨が繋がってなくて、包丁を沿わせる場所がないんで、もう感覚で背骨の位置まで行かなきゃいけないんですね。それがね、本当にね、難しい。俺はあんまりうまくできないです。で、ここまで来たら、包丁でガッとここの腹骨を取ってもいいんですけど、骨が硬いんで、ハサミでいきます。やっぱハサミが最強。マジで。で、まだちょっとね、身がつながってるんで、ここはこうやって普通に包丁でいきます。オッケー。こんな感じですね。で、さっき言ってた骨がないっていうのは、普通魚ってここにこんな感じで骨が入ってるじゃないですか。ウツボはね、ここの骨がなくて、包丁を沿わせる場所がないんですね。そこがね、難しい。はい、反対側も行きましょう。反対側超むずいな。で、反対側もこの背びれを取っちゃいます。で、表側からこうやって背骨を外していきます。俺ね、さっきね、腹骨をハサミで切るっていうすごいね、ドヤ顔な感じで説明したんですけど、そういえばウツボ腹骨なかったわ。何切ったんだろう、さっき。さっき俺が切ってたのは背骨の先端ですね。無駄に切ってました。ウツボは腹骨がないんで、こういう風にね、普通に取れます、背骨が。オッケー。これでウツボの三枚おろしの完成ですね。おっきいね。はい、それではどんどんやっていきましょう。これもまず皮に切り込みを入れていきます。で、背びれに沿って包丁を入れていくと。そう、さっきここ腹骨って言ってちょくちょく切ってたんですけど、単純に出っ張ってるだけでしたね。すいません、嘘つきました。さて、反対側もやっていきましょう。皮に切り込みを入れて、でもウツボはね、結構さばきづらいって言うんですけど、普通にね、3枚おろしぐらいまでやったらね、そんな大変じゃないんですよね。鱗もないし腹骨もないし、そこまでは大変じゃないんですけど、骨切りしなきゃいけないんですよね。体中に骨がいっぱい入ってるんで。で、ここがね、肛門より後ろの部位ですね。肛門ここにありました。これはね、お腹側からもね、包丁入れなきゃいけないんですね。すっごく下行ってる気がする。大丈夫か。で、真ん中まで行きましたら、背中側です。でも言うて難しいな、ウツボは。さばくの。背骨の形が難しい、とにかく。こっちから行った方がいいな、絶対。さて、反対側からも行きましょう。はい、そしたら最後尻尾ですね。だんだん包丁使いが慣れてきた気がする。あ、尻尾は普通の魚と同じだな。背骨と背びれがつながってる。簡単。
尻尾の先端ねちょっと邪魔なんで切り落とします。硬いね。オッケー。はい、背中側。よっしゃ、ラスト。よいしょ、オッケー。できました。全部終わった。はい、ようやく三枚おろし終わりました。尻尾の部位はね、この下にある。魚をこんな感じで重ねるときは、皮と身が触れないようにするらしいですね。皮から身にね、匂いが移っちゃうんで、めちゃくちゃ雨降ってきたね。はい、それでは切り身にしていきます。で、ウツボはこのお腹の身の方は骨が入ってないんですけど、こっち側、背中はものすごいね、骨がたくさん入ってて、その骨を外すか、骨切りしないと食べれないんですよね。で、とりあえず、こっち側外していきます。で、ここはもう骨全くないんで、このまま食べれます。で、問題はね、こっちなんですよね。ちょっとね、毒ウツボを初めてさばくんで、骨の構造がいまいちよく分かってないんですけど、とりあえずね、ここに骨が入ってますね。切っていきます。これ斜めに入ってるな、骨が。このね、白い筋みたいなのが骨です。変な入り方してんな。これ難しいな。はい、これで骨が取れました。多分ね、あともう1本ぐらい入ってるはずなんだよな。どこに入ってんだろう、見つかんないんだけど。もう入ってないのかな。普通のウツボはもう1本入ってんだけど、骨が入ってたらカリッと音がするはずなんで、ここ半分に切っていますね。あ、骨ないわ。あ、楽だね、さばくの。このラインだけ取れば食べれるんですね。楽ですね。そしたらね、唐揚げに切っていきましょう。なんかね、油乗ってんのかなと思ったんですけど、そんなにですね、ほとんどついてないですね。なんで包丁ギトギトになってたんだろう。もうちょっとね、手はね、ベタベタするんで、若干油乗ってるんですけど、目で見えるほどには乗ってないですね。はい、そしたら一口サイズに切っていきましょう。今日はね、こんぐらい使っていきます。シガテラって生物濃縮毒だから、肉食の生物だったら何でも当たる可能性があるはずなんだけど、なんで伊勢海老って当たらないんだろうね、マジで。一応今回俺がこれ毒味をして当たんなかったら伊勢海老にあげようとは思うんだけど、でも不思議だよね。この皮がね、すっごい美味しいんで、皮ごと一緒に唐揚げにしていきますね。雨すげえな、マジで。大丈夫？家潰れるんじゃない？こんな雨降ったら。さて、おで肉も切っていきましょう。これめっちゃ鶏肉みたいだよね。おでこの方はね、すごい水っぽい。身がしっかりしてない感じ。なんかね、ニセゴイシウツボはみんな美味しいって言って全然持ってったらもらってくれるんだけど、毒ウツボはね、マジでいらないって言われるんだよね。やっぱ名前のせいっていうのもね、あると思うんだけど、毒ウツボが当たってニセゴイシウツボが当たらないなんてありえないじゃん。やっぱね、名前損してるよね。誰ももらえてなかったら伊勢海老にあげるから別にいいんだけどね。
でおで肉とハラミってもうなんか違う生物なんじゃないかっていうぐらいもう感触が違う。おで肉の方が美味しくなさそう。今日はなるべく食材本来の味を楽しみたいんで、塩コショウだけで味付けしていきます。なんかめっちゃうまそうなんだけど、どうしよう。もうウツボでまずかったことないけどね。そしたら片栗粉をまぶしていきます。もういつも通り袋の中でねやっていきます。でこの中にウツボを入れて、でシェイクしていきます。 OK。 それでは油を入れていきます。また早かった。くっそ、温度表示されろよ。めちゃくちゃ美味しそうなんだけど、どうしよう。さて刺身を切っていきましょう。皮どうやって剥ごうかな。頑張れば剥げる気がする。よし、取れた。でこの身は半分にして使っていきましょうか。皮の筋がすごいな。すごい、マジで鶏肉にしか見えないんだけど。で身はどうなんだろうな。ちょっとかじってみるわ。硬かったら薄めに切って、柔らかかったらちょっと大きめに切ります。魚の食感じゃねえなこれ。味はまだ言いません。とりあえずここの筋が硬かったんで切り目を入れときます。で筋が結構重いのがすごかったんで、なるべくちっちゃめに切ることにしました。これでもでかいな。でこの皮も湯引きで食べれそうなんで、薄く切って湯引きにして食べていきます。薄くっていうか細くね。こっち向きの方が良さそうだ、切るの。もう半分に切った方が良さそう。硬すぎる。はい、そしたら湯引いていきます。これどんぐらいかければいいんだろう。湯引いたら氷水で締めていきます。何、めっちゃ美味しそうなんだけど、想像してたのと全然違う。なんか想像してたのはすごいコリコリの食感だけみたいなのを想像したんだけど、普通になんか油も浮いてるしうまそう。見えるかな、これ表面にね油浮いてんだよね。はい、それでは完成しました。いただきます。なんかちょっとウツボ感がなくなりすぎてちょっと寂しいね。ちょっと皮の湯引きがめちゃくちゃうまそうなんで、皮の湯引きからいきます。これはね、ポン酢が絶対だと思うんでポン酢でいきますね。いただきます。なんだこれ。うわ、油すげえ。正直言って俺はそんな美味しいとは思わなかったですね。マジで噛み切れないから、噛めば噛むほど油が出てくるガンマを食べてるような感じ最悪のレビューなんだけど、別にまずくもないしそんな美味しくもない。ちょい薄く切れば美味しいのかもしれないけど、なんか微妙ですね。食感的にはホルモンみたいな感じですね。全然噛み切れないガムみたいな、あんな感じで、しかも油も噛むだけ出てくるから、似てるってレベルじゃないけどホルモンみたいな感じ。ちょっとね、めちゃくちゃ面白い味です。ということで刺身いきますね。刺身は美味しいでしょう。いただきます。かなり筋っぽくて食感がねだいぶ微妙なんですけど、ただ味はいい。魚の旨味と普通に油の旨味もあって味は美味しいけど食感が微妙ですね。すっごい筋っぽい。伊勢越しウツボとか普通の、ノーマルのウツボとかの刺身はそこまで筋っぽくなくて、普通にね白身魚みたいな感じで美味しかったんですけど、これはね筋がすごい、めちゃくちゃすごい。さて唐揚げ、もうねウツボ唐揚げがうまいですから。いただきます。ちょっと待ってよ、めっちゃ楽しみだったのになんか
すごく残念な感じの味ですね。このウツボね、皮が臭いわ、やっぱ。身はね、すっごい美味しい。なんかね、今まで食べた魚の中で一番鶏肉に近い食感してますね。キモキしてますね、この魚は。はい、それではごちそうさまでした。いやー、ちょっとね、正直に言います、このウツボは美味しくないですね。まあ今までのウツボランキングで言うと、普通のウツボが1位で、2位がニセゴイシュウツボ、3位がゴマウツボで、4位がダントツで毒ウツボ、1位もダントツ普通のウツボが一番うまい。まあウツボって皮が分厚くて、そこが普通美味しいんですけど、このウツボは皮が臭いんで、ちょっともうどうしようもなんない感がありますね。まあ後日俺が滋賀テレ当たんなかったら伊勢海老の餌になります。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは